はい、皆さん、こんにちは。年一トラベラーアイアンフットでございます。この動画を公開するね、4月の25日、もう旅行実は始まってるんですけども、僕若い人みたいにね、旅行先からアップする技持ってませんので、今回と次回に関しては、リアルな私はね、旅行中なんですけども、旅行の事前準備編をお届けいたします。で、今リアルな私がどこにいるのかっていうと、おそらくマニラだと思います。おそらくというのがね、動画を撮ってる時は旅行に行く前ですよね。実際どんなトラブルが起こっているのかわかんないんで、そのあたりは帰国後旅行機でお届けいたします。今日はね、私が持ってます、クレジットカードの話と海外旅行保険の話をいたします。で、MUFG プラチナカード。これを持っているんですけども、私ね、決済メインに使ってんじゃないんですよ。このね、中についてるサービスの旅行に関する、サービスが非常にね、充実してますので、今でも持ち続けております。でね、このカードって解約が去年、2024年ありました。ですから多くのね、方がね、もう終わったんだっていう方いらっしゃるけども、私はそうじゃないです。今でもね、このカード、私の立場だと、持ち続ける意味があるし、お得だと思ってます。はい。で、年会費がね、これ下の方にあるんですけども、年会費が、本会員が22,000円。で、家族カード1名様無料、2人目以降3,300円ってなってます。で、私が本会員。で、私の妻と子供2人、家族会員入ってます。で、家族会員1人はタダですから、妻は無料です。で、子供は3,300円払って、家族会員に入ってますので、全部でね、22,000円プラス6,600円で、28,600円の年会費を払って、4人このカードを持ってるっていうような状況になっております。で、このカードがね、非常にお得なのは、旅行に関する付帯サービス。本会員だけじゃなくって、家族会員にもね、同じようなサービス付与される。で、いろんなサービスありますけども、説明全部してたらちょっと今日動画長くなっちゃいますので、今回の旅行に関することだけお話をいたします。プライオリティパス国内外の空港ラウンジが無料になります。で、ここですね、家族会員様も無料で発行できるんです。これがね、非常に大きいですね。去年ね、2024年に解約があって、今ですね、ラウンジのみ、ここに書いてますけども、ラウンジのみ無料になってます。で、何が違うのかっていうと、プライオリティパスに提携しているラウンジ以外、飲食店だとかスパだとか、そういったものはこちらのカードでは使うことができません。で、これに関してね、ちょっとプライオリティパスのホームページ見ますね。はい、こちらがね、プライオリティパスのホームページでありますけども、ラウンジ検索をいたします。私がよく使う関西空港を見ましょうか。これね、大阪って打たなダメなんですよね。はい。で、ここエアロプラザでラウンジ。で、キックスエアポートカフェラウンジのどかが出ます。それから第1ターミナル行きますね。第1ターミナルでラウンジでね、これね、全部ね、ゴールドカードで使えるラウンジばっかりなんですけども、この下にお食事ってあります。ボテジュなんですけども、このお食事は私が持ってます MUFG で発行したプライオリティパスじゃ使うことができないんです。で、これをね、実はね、確認する方法が今あるんです。MUFG プラチナカードで発行したプライオリティパスね、去年はね、プラスチックのカードやったんですけども、2025年からアプリになってます。で、アプリになってて、ちょっと今 PC の画面でお見せしてますけども、スマホの画面でアプリからね、先ほどのプライオリティパスの検索をしたら、このカードで利用できないところは出てこないんです。ですから先ほど関西空港を出すとボテージ出てこないです。あと、成田空港とか羽田空港とかいろいろね、飲食店ありますけど、それも出てこないんで、怖いんでね、もし間違って無料でないとこ行ってね、35ドル請求されるんですよ。35ドルで5,000円。しかも家族僕今回3人で行くじゃないですか、妻と子供と。15,000円請求されたらもう破産してしまいますよね。そうならないように、必ずアプリの方で検索してからラウンジ使おうかなとは思ってます。それとね、僕がよく使ってるのはこれですね。手荷物空港宅配サービス。
で、対象空港は4つなんですね。成田、羽田、中部、関西から出発、あるいは帰ってきた時に使うことができるんですけども、これもね、2024年までは無料だったのが、今はね、1個500円の有料になっております。で、これね、500円はね、実は1個だけ。2個目からはね、通常料金から 15% 引きですから、2個僕頼むことはないと思うんですけども、1個だと500円、私と妻頼むと1000円ってなってます。で、今回の旅行に関して、行きは使います。行きは使うんだけど、帰りね、これ無料だったら使ってたかなって思うんだけど、500円の有料だったら、やっぱり使わないかな。こういう、心理作戦やね、無料だったら不要不急の人も使う。だから、どんどんね、みんながやっぱ好き勝手使うので、コストが上がるので、運営会社が、いわゆる対応できなくなっちゃった。だから有料になったっていうような流れになってます。私、次男が1年間、ワーキングホリデーでね、カナダ行ってました。その時にね、保険でこのカードを預けてたんですよ。これがね、ありがたいんです。何かがあった時に、電話でいろいろね、相談受けてくれるんですけども、この電話がね、つながりやすいです。これ僕にとったらね、やっぱ安心感になりますので、海外旅行をね、頻繁っていうか、僕みたいに年に1回、2回のレベルでも、行く人は、このカード、しかもね、僕と一緒です。私が62歳になります、今年。62歳の私、それから妻が専業主婦。で、成人してるけど、まだね、社会出て数年の子供。っていう場合にね、このカード、私がプラチナカードの審査に通れば、後の3人は審査ありませんね。でも、他のね、3人が自分が入ろうとしたら、それぞれ妻やったら妻の審査がある。子供やったら子供の審査がありますよ。これ通ると僕思えないんですよね。どうでしょうかね。私のチャンネルのご視聴者の方、50歳代、60歳代が多いので、よく似た年齢構成の方多くいらっしゃると思うんですけども、配偶者とか子供にこういったサービスができるカードをお得につけようと思った。このカード僕一択だと今思ってるんですけども、もし他にね、いいカードがあるよとか、あるいはね、無職でも簡単にプラチナ通るよとかいう情報があれば教えてください。はい。続いて、今日の後半戦ですね。後半戦に関しては、海外旅行保険です。で、このプラチナカードね、海外だけじゃなくって、国内に関しても、自動で付帯されています。で、しかも家族会員も自動で付帯されてますので、非常にね、お得だし、何かトラブルがあったらね、事前に申請する必要はありませんので、トラブルがあった段階で初めてね、連絡をすれば保険使うことができます。実際過去に私使った例を過去動画で詳しく解説してますのでご覧ください。で、これだけじゃね、ちょっとね、今、ダメなことが起こってるんですよ。はい。で、JI 損保の旅保のホームページ今開いてますけども、今回の保険に関しては僕こっちも入ります。なんでかっていうと、私の両親と妻のね、母と3人90超える高齢者が身内にいるんです。で、僕ね、簡単に355日前に予約しなさいって言ってるんだけど、1年も先の予定がね、ほんまにね、旅行行けるのかどうかっていうことが正直今自分の中であるんですね。ですから、万が一ですよ。万が一旅行行けなかった時に、キャンセルせないかんじゃないですか。それの保証をね、ないとね、今ちょっと怖くて海外旅行1年も先のね、予約できない状況になってます。で、本当はね、僕、会員になってるから、この 3% 割引できるんですけども、ちょっと新規でね、実際に申し込みをする画面を見ていきましょう。でも今回の私の、旅行に該当するのを順番見ていきますね。旅行の目的は観光です。で、出発が4月の24です。で、帰国が5月の3ですね。で、旅行先が今回はヨーロッパです。で、旅保がいいのはこれなんです。これ、私がかけて、私が、契約して、私が自身の保険ね、これも通常です。2番目がね、私がかけるんだけど、妻も含めて第三者ですね。よく僕ね、妻のアテンドするので、よくこれやるんです。私がかけるけど、保険ね、対象は妻だとか、その同行者と。で、次の、これね、
家族とかグループまとめて、契約できます。ですから、結構ね、今回もそうなんですけども、今回私と妻と両方入りますから、こっちです。で、まとめて入るから年齢バラバラなことがありますよね。で、私に関しては妻と私がどっちも60代なので、ここが2名ということになりますね。このあたり読んでたらちょっとキリがないので、今回ちょっと省きます。はい。で、おすすめプランがね、もちろん通常これが、やっぱり保険会社、こういったに入ってたらどうですかっていうのは来ます。で、9780円ってありますけども、これ2人分です。ここにね、1人4890円って書いてます。で、僕がね、入りたいのはね、こっちなんです。いわゆるオプションなんです。けどね、オプションだけ入ることできませんので、このあたりの通常の保険に入らないとダメなんですけども、こちらに関しては、MUFG のね、クレジットカードをメインにしますので、極力減らします。カスタマイズで減らせる分を全部減らします。まず、治療救援費用。これ、なくってもいいんだけど、なしの選択肢ないんです。ですから一番ちっちゃい1000万にします。で、1000万にすることで、ここですね。先ほどの4890円が4620円に下がります。こういったのがすぐわかるんですね。だから緊急の歯の治療ね。これは、クレジットカードにはないんで、これもゼロにできないから10万残しておきますね。個人賠償、こっちはクレジットカードあるので外します。から携行品損害も一緒です。クレジットカードでいけるから外します。で、ちょっとね、これやるとエラー出るんですけど、この次のに問題になるんです。で、航空機予託、手荷物遅延、これなんかね、ちょっとよくわかってないので見ます。これロストバゲージですわ。で、ロストバゲージはね、MUFG 確か出たはずなんですけども、ですからもう外します。テロ等保険金な、ヨーロッパなんかね、嫌な匂いがしますからね、これなしにもできるんですけども、入れましょうかね。ちょっと金額だけ確認しましょうか。なしにしたら、3400、あれ結構減るの ?3410 円ありにしたら、10円しか変わらんの。だったら入れときます。それから弁護士費用ね。これも MUFG あったので、外してもいいなと思ってます。それと、障害死亡とか後遺障害疾病費用。こっちは MUFG でカバーできるので、全部のけます。これエラー出たのはね、3つセットでのけないとダメなんですよ。ですから、これでね、これで一応僕が思ってる最低限になりました。で、2490円。ですから、おすすめよりは2300円ぐらい下がりましたね。それで問題はね、今からが本題はこっちです。僕が入りたいのはこれなんです。旅行キャンセル費用。それとね、旅行中断費用。これセットで入らないと僕意味ないと思ってるので、ちょっと旅行キャンセル費用に関して見てみますね。保険金をお支払いする主な場合ですね。次のいずれかに該当したことにより被保険者が出国を中止したということは、今回僕ね、高松空港でチェックインします。で、羽田空港で乗り継ぎをしますね。ということは、羽田空港で、乗り継ぎをした段階で、このキャンセル費用はもう適用されないっていうことです。その前、僕が高松から羽田へ移動している間は、まだこっちになるっていうことですね。で、被保険者、これは私ですね。同行予定者。今回だと、私と妻と、それから大阪の M さんと3人が同行予定者になります。この同行予定者も含めていくんですね。の親族が死亡または既得。これがね、先ほど言った通りです。90歳超えるとあるんですよ。次はね、親族が怪我や病気により継続して3日以上入院、これもあるんですよね。ですからこの1、2があるから僕これ入りたいんですよね。3番以下はどんなんかな。ちょっとあり得ることを見ると、建物がね、火災ね、実は僕これ1回経験があるんです。海外旅行行く1週間前にボヤ出したことあるんです。あの時100万以上の損害はなかったんですけど、あれもね、家にいたから100万以下で済んだんで、家にいなかった、もうボヤで済んでなかったと思うんですよね。それから裁判所行くことはないわな。それから地震、噴火、津波、戦争、革命、テロ。これもね、ありえないことじゃないですよね。それから利用予定の運送機関もしくは宿泊機関の事故また、これね、やっぱり怖いんですね。事故なんてどこであるかわかんないじゃないですか。
それから次はどうかな、日本国政府の避難勧告とか渡航中止勧告、そんな怪しい国には今回行かないんですけど、次はね、これはコロナだな。感染症による隔離かね。それから、次のこれはなんだ、渡航先に出国する空港、港へ向かうために、交通機関に運休、欠航または2時間以上の遅延が生じて、出国予定日に出国で、これがね、冬場はありえますよね。雪で予定通りにならないっていうことがあるので、やっぱり怖いですよね。これギリギリまでわかんないですよね。それからね、これは、チョンボですよね。ビザとか電子渡航手続きの不備によって出国できなかった場合、だから僕がね、チョンボした場合もカバーされるんやね。それと、これもチョンボですよね。パスポートの有効期限が残存期間が足らないって、これ気をつけない危ないですよ。ね、出国できなかった場合。それから、そうだな。これ最近やっぱり流行りですね。インフルエンザとかノロウイルスとかロタウイルスとかね。これ7日前か、出国のね。なるほど。それからね、こんなのいいんだね。会社辞めて雇用保険の特定受給者になった。これ、多分ね、自理由で会社辞めてもいいんだね。やね。保険期間中のいずれかの日の日本国外への業務出張、国内2泊以上の業務出張、休日もしくは休暇日に勤務を命じられた場合、なんかこんなの対象になるとよくわかんないですけど、なるんですね。それから転居を伴う転勤。これもね、サラリーマンないことはないですよね。それから、盗難か。火災でやられる場合もあるし、もちろんね、泥棒さんも最近怖いですよね。それからね、ペットが死んだ場合もいいんやね。離婚もいいんや。婚約破棄もいいんやとか。もうこんなこと起こりたくないよね。妊娠とか早産、流産、あるかもしれないし。僕男性なんてないですし、年齢的に僕はないですけど、子供はね、若いからありますよね。学校行事の日程が保険期間中のいずれかに変更になった場合、秋にね、僕今年行きますけども、子供のね、運動会とかいうことかな。それが、雨が降って1週間ずれたとか、それもあるかもしれないですよね。試験の日程が変更になったとか、そんなこともあるかもしれないですよね。これやね。これがね、やっぱりね、高齢者ありますよ。今元気でも要介護状態になって介護の必要が生じる場合、これやっぱりね、高齢者が身内にいるとあり得ますよね。それからね、次のはね、例えばね、最近だと、大谷翔平の野球見に行くぞってね、大谷翔平の野球が中止になった。これも我慢らしいですね。結婚式か。結婚式海外でする人はね、あるかもしれません。なるほど。で、これが一つね、今のキャンセル費用です。もう一つは旅行中断費用でね。で、僕事前に読んだので、大体ね、一緒なんだけど、このあたりがちょっと違ったんですけども、大体さっきのと一緒ですわ。旅行を支払いする主な場合ね。で、これはね、さっきのと違って、出国した後ですね。ですから私今回の場合だと、羽田空港で、出国手続きをいたします。微妙なのはね、それで次のね、僕、シンガポール行きの飛行機に乗る寸前で、帰ってきた場合どうなるんでしょう。どっちになるかわかんないんですけども。やっぱり入ってないと怖いですね。で、どっちがね、損害が大きいかなんですけど、要は、最大30万まで入れますけど、30万入ったから30万出るんじゃないです。実費しか出ません。で、旅行キャンセルに関してですけども、私今回チケットは特典航空券ですから0円なんです。しかもキャンセル効くんです。キャンセル効くっていうことは、キャンセルの損害として3000マイル払います。この3000マイルってどうなんでしょう？お金に換算してくれるんでしょうか？自力で買ってるのが、イスタンブールからバルセロナ。これが38,000円。それと、バルセロナからリスボン経由でローマ。これが2万円。で、58,000円です。あとはね、ホテルもキャンセル効くから、もうほんと実費としては6万そこそこなんです。っていうことはね、5万に入るか10万に入るかでいいと思うんです。5万だといくらになるのか、1200円です。10万だといくらになるのか、2400円。20万だと
4800円。ということは、10万が2400円で比例みたいですね。今回10万入っときましょうか。で、旅行中断ですね。こっちに関してはね、実損でかいですよ。何が一番でかいかっていうと、ヨーロッパでね、もしですよ、緊急帰国せねかになったらね、明日のチケット買わねかんです。あるいは今日のチケット買わねかんです。これ、下手したら50万とかかかる可能性ありますよ。ですからね、本当はね、もっと入りたいんですけど、30万が限界ですね。30万プチッとします。これ780円です。多分ね、こっちに入ってるから、こっちは安くて済むんでしょうね。ですからこの形ですね。旅行キャンセル10万、旅行中断30万に入ります。これで2400円プラス780円プラスになります。あとはですね、航空機遅延、それから、クルーズ旅行取り消し費用、ペット預け入れ延長保険金で、僕ペットいないから関係ないんで、クルーズも関係ないんで、この航空機遅延に関して MUFG で一回僕使ったことあるんですね。で、あの時分かったんだけど、出発の空港で遅延したら、食事代しか出なかった MUFG は。こっちだとね、確か宿泊費出るはずなんです。一応見てみますね。ここですね。出発地において代替となる他の航空機が利用可能となるまでの間に負担した宿泊施設等客室料、食事代、交通費、国際電話料と通信費が出ます。それから、こっちは関係ないのか。MUFG の方は出発地とそれから、経由地で出る金額違ったんですけども、どっちにしても1万円ですね。1回にあたり1万円か。これ、いくらかかるか見ますね。500円か。どうですかね。入るか入らないかは、その時の気分かなと思います。ということで、一応これなしにしますね。そしたらね、これが最終の金額になります。1人で4080円。今回のヨーロッパ、10日間行きますんでね、1日あたりで行くと400円です。これ、特にね、先ほど言ったような旅行中断、こんなことがあると損害でかいので、入っとこうと思ってます。こんな感じでね、備えあれば憂いなしということで、クレジットカードのね、付帯のサービスを見たり、それから足らないのはやっぱり保険自分でかけたりということで、準備をしております。リアルな私はね、今マニラにいるはずです。で、来週はね、もう帰国便に乗ってるはずなんだけど、まだね、旅行中です。ですから、来週もう一回だけ事前準備編をお届けいたします。金曜日の夜7時に新ネタあげますので、ぜひチャンネル登録していただきまして、この先もご視聴いただきますようよろしくお願いいたします。